解説。1995年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえ、マリサ、1995年って、どんなテレビ番組が人気だったか知ってる？お、1995年か。あの年は、今でも語り継がれる名作や面白い企画がたくさん生まれた年だったぜ。そうなんだ。どんな番組があったのか気になるな。例えば、感動のラブストーリー、愛していると言ってくれや、今でも放送されているザ・鉄腕 DASH とか、印象的な作品が多かったんだぜ。懐かしさを感じるだろう？へえ、そういう番組がたくさんあったんだね。私、1995年の番組を全部知りたいな。よし。今回は、1995年のテレビ番組ベスト10をランキング形式で振り返ってみるぜ。10位から1位まで、どれも見逃せない名作ばかりだ。懐かしさに浸りながら楽しんでくれよな。第10位。愛していると言ってくれ。1995年7月から1995年9月。さて、第10位の発表だよ。第10位は、ドラマ、愛していると言ってくれだね。おお、このドラマは1995年の7月から9月まで放送された名作だぜ。主演は豊川悦司さんと常盤貴子さん。聴覚障害を持つ画家の榊浩二と、女優志望の水野博子の恋愛を描いた物語だな。聴覚障害をテーマにしているなんて、すごく繊細な内容だね。どんな感じで物語が進んでいくの？物語は二人が偶然出会い、心を通わせるところから始まるんだ。でも、浩二が耳が聞こえないことや、過去のトラウマが二人の関係に影響を与えていくんだぜ。なるほど。恋愛だけじゃなくて、いろんな困難を乗り越える姿が書かれているんだね。そうだ。特に印象的なのは、二人の手話での会話シーンだな。セリフがなくても気持ちが伝わってくる演技がすごいんだ。視聴者に深い感動を与えたのも納得だぜ。手話でのやりとりなんて、役者さんも大変だっただろうね。でも、それがこのドラマの魅力になっているんだね。脚本を手掛けたのは北川恵理子さんで、繊細な心理描写が光っているんだ。ドラマのテーマ曲、LOVE も大ヒットして、ドラマと一緒に主題歌も社会現象を巻き起こしたぜ。主題歌まで話題になるなんて、本当にすごい作品だったんだね。まさに1995年を代表するラブストーリーだな。このドラマを見たことで、手話に興味を持った人も多かったって話だぜ。第9位。ザ・鉄腕 DASH。1995年11月から現在放送中。次は第9位だね。第9位は、ザ・鉄腕 DASH だよ。そうだぜ。この番組は1995年の11月からスタートして、今でも放送が続いている超長寿番組なんだ。TOKIO のメンバーが出演していて、様々な挑戦を通じて視聴者を楽しませてくれるんだぜ。へえ、そんなに長い間続いているなんてすごいね。でも、どんな企画があるの？初期は体力や技術の限界に挑戦する企画が中心だったけど、徐々に自然や環境に焦点を当てた企画が増えていったんだ。特に有名なのが DASH 村だな。福島県にある村を TOKIO のメンバーが、自給自足の生活をしながら復興させていくって内容だぜ。DASH 村って聞いたことあるよ。環境問題や農業の大切さを伝える番組として評価されているよね。そうそう。それだけじゃなくて、DASH 島や新宿 DASH みたいな派生企画も人気なんだ。どれもユニークなアイデアで、視聴者を飽きさせない工夫が詰まっているぜ。それにしても、TOKIO のメンバーって何でも挑戦するんだね。農業から建築まで、すごい幅広い活動をしているよね。確かにな。彼らの姿勢が視聴者に元気や勇気を与えるんだ。この番組がここまで長く続いているのは、TOKIO のチームワークや真摯な姿勢のおかげだろうな。確かに、視聴者も応援したくなるような番組だね。これからもどんな挑戦を見せてくれるのか楽しみだな。だな。ザ・鉄腕 DASH は、ただのバラエティ番組を超えて、日本のテレビ史に残る特別な番組だと思うぜ。第8位。コメディヨエドでござる。
1995年3月から2004年3月。次は第8位。コメディお江戸でござるね。1995年から2004年まで放送されていたんだって。そうだぜ。この番組は江戸時代の庶民の生活をコミカルに描いたコメディ番組で、全387回も放送されたんだ。演劇一座の舞台公演の形式をとっていて、スタジオセットは芝居小屋を再現していたんだぜ。演劇、女性歌手による演歌、杉浦日向がこの面白江戸話の3部構成になっていて、江戸の面白さを十分に伝えるために、公開コメディ形式を採用したんだ。ただ、消防法との兼ね合いから一般観覧者は募集していなかったんだぜ。でも観覧を希望する声が多くなったことから、年に数回特集コメディお江戸でござると銘打ち、NHK ホールなどで一般観覧者を入れて公開録画を行ったこともあったんだ。出演者も豪華で、伊藤四郎さんが座長として出演し、桜金蔵さん、重田千穂子さん、えなりかずきさんなどがレギュラー出演していたんだぜ。特に、江戸風俗研究家の杉浦日向子さんが江戸の町人文化を紹介するコーナーは、視聴者が江戸の世界をより深く楽しむための教養度の高いコーナーだったんだ。番組のオリジナル曲も披露されていて、演歌歌手の坂本冬美さんや香西かおりさんなどが出演していたんだぜ。この番組を通じて、江戸時代の文化や生活に興味を持った視聴者も多かったんじゃないかな。なるほど。江戸時代の庶民の生活をコミカルに描いた番組だったのね。歴史の勉強にもなりそうだわ。ああ、笑いながら江戸時代の知識も深められる、一石二鳥の番組だったんだぜ。第7位、王様のレストラン。1995年4月から1995年7月。次は第7位。王様のレストランね。1995年に放送されたドラマだけど、どんな内容だったの？王様のレストランは、三谷幸喜さんが脚本を手掛けたシチュエーションコメディで、フレンチレストラン、ベルエキップの再建を書いた作品だぜ。レストランの再建？それは興味深いわね。ああ、物語は、父親の死で突然レストランのオーナーとなった原田六郎が、伝説のギャルソン戦国武の力を借りて、個性的なスタッフたちと共に店の立て直しに奮闘する姿を描いているんだ。なるほど。具体的にはどんなキャラクターが登場するの？例えば、料理長の磯野静香は、やる気がなかったが戦国の指導で才能を開花させるんだ。また、バーテンダーの三条雅子や、六郎の腹違いの兄で総支配人の水原班長など、個性的なキャラクターが揃っているぜ。それは面白そうね。視聴者にとっての魅力は何だったのかしら？このドラマの魅力は、三谷幸喜さんならではのテンポの良い会話劇と、キャラクター同士の掛け合いにあるんだ。さらに、レストランを舞台にした人間ドラマとしての深みもあり、視聴者を引き込んだんだぜ。確かに、三谷さんの作品は会話の妙が光るものね。ああ、だからこそ、王様のレストランは、1995年のドラマの中でも特に評価が高く、今でも語り継がれる名作となっているんだ。そうなのね。私も一度見てみたいわ。ぜひ見てくれよな。きっと楽しめるはずだぜ。第6位、筋肉番付シリーズ。1995年7月から2002年5月。次は第6位。筋肉番付シリーズだね。1995年から始まったって聞いたけど、どんな番組だったの？これは、スポーツ選手や芸能人が様々な競技に挑戦するスポーツバラエティ番組だぜ。身体能力を競う企画が中心で、見ているだけでもハラハラドキドキの展開が多かったんだ。具体的にどんな競技があったの？例えば、MONSTERBOX っていう跳び箱競技が有名だ。選手が次々と高さをクリアしていくんだけど、最後はどこまで飛べるか限界に挑むんだ。他にも、SHOTGUNTOUCH や SPINOFF なんかがあった。どれもアイデア満載の競技で、身体能力だけでなく、精神力やテクニックも必要だったんだぜ。それは面白そう。芸能人だけじゃなくて、アスリートも参加してたの？そうだ。プロのスポーツ選手も多数参加していて、真剣勝負の場面も多かった。
それがまた視聴者の心を掴んだんだな。競技によっては記録や結果が国際大会に発展することもあって、番組の影響力は大きかったんだ。そんなに人気だったんだ。でも、どうして終わっちゃったの？番組は2002年に終了したけど、その後も特番として復活することがあったし、SASUKE みたいなスピンオフ企画も誕生して、筋肉番付の精神は受け継がれているんだぜ。なるほど。今でも形を変えて楽しませてくれているんだね。ああ、筋肉番付シリーズは、身体能力の限界に挑む姿を見せてくれるだけじゃなく、視聴者に夢と希望を与えてくれた名作なんだ。第5位、世界ウルルン滞在記。1995年4月から2007年4月。次は第5位。世界ウルルン滞在記だね。この番組、名前だけは知ってるけど、どんな内容だったの？これは、芸能人が世界各地の家庭にホームステイして、その土地の文化や生活を体験する気候バラエティ番組だぜ。毎週違う場所に行くから、視聴者も一緒に世界旅行をしている気分になれるんだ。ホームステイってことは、現地の人たちとの触れ合いがメインなの？そうだ。例えば、アフリカの村で伝統的な暮らしを体験したり、ヨーロッパの田舎町で家族と一緒に料理を作ったりするんだ。それだけじゃなくて、別れのシーンでは感動的な場面が多くて、泣いた視聴者もたくさんいたぜ。文化交流って素敵だね。出演者はどんな人たちだったの？毎回違う芸能人が出演していて、若手俳優やタレントが多かったな。現地の厳しい環境に順応しながら、人々と絆を深めていく姿が魅力だったんだ。さらに、ナレーションが俳優の下條アトムさんで、彼の温かみのある声が番組を引き立てていたんだぜ。それはいいね。視聴者もその温かさを感じ取れたんだろうね。ああ、番組タイトルのウルルンは、別れ際に視聴者が感動して涙する様子を表しているんだ。この番組を通じて、異文化理解や人間の絆の大切さを伝えてくれたんだぜ。なるほど。心に残る番組だったんだね。もう一度見たくなってきたよ。そうだろう？世界ウルルン滞在記は、単なるバラエティを超えた感動の気候番組だったんだ。第4位、御家人山苦労。1995年1月から1995年3月。続いて第4位は、御家人山苦労だね。時代劇らしいタイトルだけど、どんな作品なの？これは、1995年に放送された時代劇ドラマで、渡辺謙さんが主演を務めた作品だぜ。主人公の残九郎は、御家人という身分でありながら浪人生活を送り、日々色々な事件や人間ドラマに巻き込まれていくんだ。浪人生活って、具体的にはどういう感じなの？残九郎は普段はのんびりと暮らしているけど、困っている人を見ると放っておけない性格なんだ。それで、剣の腕を活かして悪党と戦ったり、庶民を助けたりするんだ。彼の義理人情に熱い姿が、視聴者の心を掴んだんだぜ。それはかっこいいね。キャストはどんな人たちが出ていたの？渡辺謙さん演じる残九郎のほか、母親役の岸田京子さんや、辰巳芸者役の若村真由美さんなど、実力派俳優が揃っていたんだ。特に渡辺謙さんの迫力ある盾と、日常のひょうひょうとした演技のギャップが魅力的だったぜ。それに、時代劇ならではの盾シーンも見どころになりそうだね。ああ、残九郎の剣術の腕前は一級品で、敵を一戦するシーンは見応えがあったよ。また、江戸時代の風俗や人間関係をリアルに描いているのも、このドラマの特徴だった。それってただの時代劇じゃなくて、深みのある人間ドラマだったんだね。そうだ。御家人残九郎は、時代劇ファンだけじゃなくて、多くの視聴者に愛された作品だ。今見ても新鮮に感じるはずだぜ。第3位、新世紀エヴァンゲリオン。1995年10月から1996年3月。次は第3位、新世紀エヴァンゲリオンだね。このアニメ、1995年に放送されて大ヒットしたって聞いたけど、そんなにすごい作品だったの？エヴァンゲリオンはただのロボットアニメではなく、深い哲学的なテーマや心理描写を含んだ、全く新しいタイプのアニメだったんだ。物語は、
巨大な怪物、使徒との戦いを描きながら、登場人物たちの内面的な葛藤が中心に展開していくんだよ。使徒との戦いだけでなく、登場人物たちの心の中が重要なんだね。その通り、主人公の碇シンジは、使徒に立ち向かうためにエヴァンゲリオンという巨大な兵器を操縦するんだけど、彼自身は心に深い傷を抱えていて、戦いを通じて自己の存在に疑問を抱くんだ。他にも、他のパイロットやスタッフもそれぞれ複雑な心情を抱えながら戦っているんだ。すごく重いテーマを扱っているのね。キャラクターの個性や人間関係にも焦点が当たっているんだ。そうだ。シンジの他にも、アスカやレイ、玄道といったキャラクターが登場し、それぞれが独自の物語を持っているんだ。それらが交錯して、視聴者は次第に彼らの心の中を知ることになるんだよ。なるほど、だからエヴァンゲリオンは、単なるアクションアニメ以上に多くの人に影響を与えたんだね。ああ、また、エヴァンゲリオンは音楽や映像表現にも革新をもたらした。特にオープニングテーマ、残酷な天使のテーゼや、印象的な戦闘シーンが多くの人に記憶されているんだ。それって、アニメの歴史を変えるほどの影響力だったのね。エヴァンゲリオンはただのアニメではなく、文化現象とも言える作品だ。深いテーマ性と革新的な演出が、今なお多くの人に愛されているんだぜ。本当に、これを超える作品はなかなか出てこないだろうね。第2、出没、アドマチック天国、1995年4月から現在放送中。次は第2位、出没アドマチック天国だね。この番組はずっと放送されているんだね。どうしてそんなに長寿番組になったの？出没アドマチック天国は、1995年にスタートしてから今でも続いている名物番組なんだ。毎回、ある街をテーマに、その街の魅力的なスポットや歴史、隠れた名店などを紹介していくんだよ。街の特集をする番組なんですね。具体的にはどんなことが紹介されるの？例えば、その街でおすすめのレストランやカフェ、観光地などをランキング形式で紹介したり、地域の人たちにインタビューをして、街の独特な文化や特産物を深掘りするんだ。番組の魅力は、地元の人たちの愛情が感じられる点と、視聴者が自分も行きたくなるような情報を提供しているところだな。それは確かに、視聴者にとっても興味深い内容ね。放送開始から今まで、どんな街が紹介されたの？東京や横浜、京都、さらには地方都市まで、実に様々な場所が取り上げられてきたんだ。各地域の特色や独自の歴史を感じられる内容で、視聴者にとって新たな発見が多かったんだよ。私も旅行が好きだから、こういった情報は本当に役立つわ。そうだろ？アドマチック天国は単に観光地を紹介するだけでなく、その街に住む人たちの温かいエピソードも紹介するんだ。だから、視聴者にとっては、ただの旅行ガイドではなく、街の人を感じることができるんだぜ。街の人たちとのつながりを感じられる番組って、やっぱり心に残るわね。長く続いたのも納得だわ。ああ、そうだな。今も放送中で、番組が紹介した街に実際に足を運んでみたくなるような、そんな魅力がこの番組にはあるんだよ。第1位、金田一少年の事件簿、1995年7月から1995年9月。そして、ついに第1位は、金田一少年の事件簿。これはすごく有名な作品だよね。どんなドラマだったの？金田一少年の事件簿は、1995年に放送された推理ドラマで、原作は人気漫画、金田一少年の事件簿なんだ。主人公の金田一はじめが、数々の難解な事件を解決していくストーリーだぜ。金田一少年って、確か一見普通の少年だけど、すごい推理力を持ってるんでしょ？その通り、はじめは、普通の高校生なんだけど、名探偵金田一耕助の孫で、天才的な推理力を持っているんだ。物語は、彼が周りの大人たちと協力しながら、難事件を解決していくんだよ。事件を解決する過程で、どんなポイントが注目されているの？最大の魅力は、金田一が犯人の真実を暴く瞬間だな。
金田一少年の事件簿は、毎回難解なトリックや意外な犯人が登場して、視聴者を驚かせる展開が多かった。金田一が推理を解き明かしていくシーンでは、緊張感が走るんだ。トリックや犯人の予測が難しいんだね。でも、どうしてこのドラマがそんなに人気を集めたの？一番の理由は、その鮮やかな推理劇と、登場人物のキャラクターにあると思う。金田一はじめはもちろん、彼を支えるヒロインの七瀬美幸や警察官の剣持警部も魅力的で、視聴者が次回が楽しみになるような、キャラクター同士の掛け合いが人気を呼んだんだ。キャラクター同士のやりとりも楽しみの一つなんだね。そうだ。さらに、放送される事件がどれもミステリーの金字塔と言えるような名作ばかりだった。原作に忠実でありながら、テレビ向けにアレンジされた部分も多く、視覚的にも楽しめたんだ。ドラマの展開がまさに目を離せないって感じ。これが1位に選ばれるのも納得だわ。ああ、金田一少年の事件簿は、推理ドラマの中でも特に優れた作品として今でも愛され続けているんだ。総評またはまとめ。今回紹介した1995年のテレビ番組ベスト10。どれも本当に魅力的だったね。特に、エヴァンゲリオンや金田一少年の事件簿など、今でも名作として語り継がれている作品が多いよね。どの番組もその時代の特色を反映していて、視聴者に強い印象を残したんだ。時代を超えて今も愛され続けている作品が多いから、まさに1995年のテレビは金字塔と言えるかもしれないな。特に時代劇や推理ドラマ、そしてバラエティ番組など、ジャンルが豊富だったからこそ、多くの人に楽しんでもらえたんだろうね。その通りだぜ。あらゆるジャンルにおいて革新があり、それぞれの作品が視聴者の心に残るものを提供してきたから、どの番組も素晴らしいものになったんだ。1995年のテレビ番組は、今でも私たちにとって大切な思い出であり、影響を与えた作品ばかりだと思うな。そうだな。これからも1995年のテレビ番組が与えた影響は、後の世代に引き継がれていくんだろう。時代を超えて愛される理由が、これらの番組には詰まっているんだ。本当に、あの頃のテレビ番組が今の文化に与えた影響は大きいんだなって感じたよ。まさに、どの番組も、今のテレビやエンターテインメントに与えた影響が計り知れないから、これからもずっと語り継がれていくんだろうな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。